同じ内向型なのに恋愛は正反対。 INFJ と INFP の恋愛パターンなぜこんなに違うの？妄想 VS 計画、LINE の返し方まであなたはどっちタイプ？〇〇さんとそろそろデートしたいな。でもどうやって誘えば相手に負担をかけずに済むだろう。いきなり今度食事しませんかだとちょっと重いかもしれない。まずは相手の好みをリサーチしなきゃ。この人の SNS 見てみよう。イタリアンが好きって投稿してたな。それに平日の夜より休日のランチの方が気軽で相手も断りやすいかもしれない。お疲れ様です。前にイタリアンがお好きとおっしゃっていたので、もしよろしければ今度の土曜日のランチでもご都合いかがでしょうか。よし、相手が断りやすい雰囲気も作ったし、これなら大丈夫なはず。送信。でも返事が来るまで相手がどう思ってるか気になって仕方ないな。この人ともっと深く話したいな。でもどうしよう。この人と一緒に夕日を見ながら今日の空綺麗ですねって言って、お互いに運命ですねなんて、そんなロマンチックな展開があったら最高なのに。カフェで偶然同じ本を手に取って、この本お好きなんですね、私たちきっと運命で結ばれてるんですねみたいな。想像するだけで胸がドキドキする。でも現実は今度よかったら、いやこれじゃ軽すぎる。私の本当の気持ちが伝わらない気がする。でももし断られたらこの理想的な関係が崩れちゃうかもしれない。やっぱり今は気分じゃないな。きっと運命の人なら自然に奇跡的なタイミングで出会えるはず。お疲れ様です。会社員ひなたです。 INFJ と INFP の皆さん、思い当たる節はありましたか？もしあなたが MBTI の深い理解を通してなぜ人はこんなにも違うのかという根本的な疑問を解決したい。特に複雑で理解しにくい INFJ や INFP タイプの本質を知ることで、自分や大切な人との関係を根本から変えたいと願うなら、ぜひチャンネル登録をお願いします。このチャンネルでは INFJ、INFP という複雑で奥深い MBTI タイプを中心に、他では聞けない専門的で実践的な内容を続々公開中です。 MBTI タイプの本質を理解するたびに、あの人の行動の意味がやっと腑に落ちた。自分のタイプを生かしたもっと自然な関係の築き方が見えてきた。そんな深い納得感を得られるようになります。あなたの人間関係が MBTI の理解によってもっと楽で豊かなものに変わりますよ。僕も皆さんと一緒に INFJ や INFP の魅力についてもっと深く学びたいのだ。登録してくれるときっと恋愛も人間関係ももっと楽しくなるのだ。さて、最初の INFJ と INFP のこの違いには深い心理学的な理由があるんです。実は INFP は妄想の中で相手と100回デートしてるって言われるほど、理想の恋愛シーンを頭の中で完璧に作り上げるんです。妄想では完璧なのに現実では行動できないのだ。なんでそんなことになるのだ。それは認知機能という私たちの脳の情報処理パターンが根本的に違うからなんです。 MBTI では人間の思考8つの認知機能で説明しますが、 INFJ と INFP は全く異なる機能の組み合わせを使っているんです。 INFJ の主機能である NI 内向的直感か、まるで恋愛の戦略家のような働きをします。この誘い方なら成功する、相手はこう思うだろうと複数のシナリオを頭の中で組み立てて最も成功率の高いアプローチを選択するんです。例えば相手の SNS をチェックして好みを把握し、相手が断りやすい雰囲気も作りながら誘うという、まさに完璧な計画を立てるんですね。すごいのだ。まるで恋愛コンサルタントみたいなのだ。そして補助機能の FE 外交的感情が相手の感情を敏感に察知するんです。今この人は疲れているかな、この話題は興味がなさそうだなと、相手の微細な変化を読み取って瞬時に対応を調整します。まるで相手の喜ぶ顔を想像しながらサプライズを準備するおもてなし上手な友達みたいに先回りして考えているんです。相手のことを考えすぎて自分が疲れちゃいそうなのだ。まさにその通りです。 INFJ は相手の幸せを自分の幸せと感じるため、時には自分のことを後回しにしてしまうこともあります。INFP の認知機能です。 INFJ に対して INFP の主機能 FI 内向的感情は自分の心の奥底にある価値観や理想と相手との関係を照らし合わせるんです。本当にこの人と心が通じ合うのか、この関係は私の理想に合っているかと深いレベルで検証します。そのため表面的な魅力よりも心の深い部分でのつながりを重視するんです。
自分の心と真剣に向き合ってるのだ。そして補助機能の NE 外交的直感がもっと運命的で自然な出会い方があるはず。きっと映画のような素敵な展開が待っていると理想的な可能性を次々と発見するんです。雨の日に偶然同じ傘に入ることになったり、図書館で同じ本を手に取ったり、まるで映画のワンシーンのような展開を心の中で何度も描くんです。これの妄想で100回デートの正体なんですね。だから現実より妄想の方が楽しくなっちゃうのだ。でもなんで現実では行動できないのだ。それは理想が高すぎて現実の恋愛にがっかりしてしまうことがあるからなんです。あの人思ってたより普通だった、こんなはずじゃなかったという妄想と現実のギャップに苦しむことも多いんです。 INFJ は相手軸、 INFP は自分軸で恋愛を考えるのだ。同じ内向型でもこんなに違うなんて驚きなのだ。まさにその通りです。 INFJ は相手の幸せを第一に考え、 INFP は自分の理想との一致を第一に考える。どちらも愛情深いんですが、そのアプローチが正反対なんですね。よし、今日のデート絶対に成功させるぞ。相手に最高の時間を過ごしてもらうんだ。まるまるさん、お疲れ様でした。電車は混んでませんでしたか？相手の表情をよく見て、ちょっと疲れてるかな？今日は無理させたくないな。このお料理、お口に合いますか？もし苦手でしたら、あるものも注文しますよ。あ、少し疲れた様子かも。気を使わせちゃダメだ。少し歩きましたね。あちらにカフェがあるので、休憩しませんか？次回への布石も忘れちゃダメ。でも押し付けがましくならないように。今日は楽しい時間をありがとうございました。また機会があれば、まるまるさんがお好きだとおっしゃっていた美術館でも。本当にこの人とデートできるなんてまさに運命。今日はありがとうございます。なんか夢みたいです。このカフェの雰囲気すごく素敵。まるで映画のワンシーンみたい。感情が激しく揺れ動いてる。この人といると心が震える。それ私も同じこと思ってました。やっぱり価値観が合いますね。運命を感じちゃいます。見てください、あの夕日。なんか今日という日が私にとって特別すぎて涙が出そうです。今日は本当に楽しかったです。こんなに心が通じ合える人に出会えて、この恋を大切にしたい。今の INFP の方は感情爆発しすぎって思いませんでしたか？実は INFP は感情の海で溺れるって言われるほど感情の起伏が激しいんです。確かに涙ぐんでたのだ。でもそれだけ深く愛してるってことなのだ。 INFJ と INFP の対比表をご覧ください。この対比表を見ると本当に正反対ですよね。まず妄想度から詳しく見てみましょう。 INFJ は現実的なプランを立てますが、 INFP は映画級のロマンス妄想を繰り広げるんです。映画級ってどんな妄想をするのだ？例えば雨の日に偶然同じ傘に入ることになって運命ですねなんて言い合ったり、図書館で同じ本を手に取って私たち同じ本を読むなんてきっと魂がつながってるんですねみたいな、まるで映画のワンシーンのような展開を想像するんです。しかもその妄想が非常にリアルで詳細なので、現実の恋愛がそれに追いつかないことも多いんです。ロマンチックすぎるのだ。でも現実でそんなことってあるのだ。それが問題なんです。 INFP は理想が高すぎて現実の恋愛にがっかりしてしまうことがあるんです。あの人思ってたより普通だった、こんなはずじゃなかったという妄想と現実のギャップに苦しむんです。妄想と現実のギャップが辛いのだ。そして LINE の返し方も独特です。 INFJ は相手の都合を考えて適切なタイミングで返信します。相手が忙しそうなら返信を控えたり、相手が落ち込んでいそうなら励ましのメッセージを送ったりします。まさに相手の感情に合わせた完璧な対応をするんです。思いやりがすごいのだ。 INFP はどうなのだ？ INFP はメッセージを送った後、相手の返事を待たずに自分で会話を切り上げてしまうことがあるんです。これは INFP の複雑な心理が絡み合っているんです。一つは FI 内向的感情は非常に繊細で拒絶されることへの恐怖が強いから。もう一つは NE 外交的直感。もしこの子話が盛り上がらなかったらどうしよう、完璧な返信ができないかもしれないといった無数の可能性を考えてしまい、結果的にこれ以上は無理と自分でシャットダウンしてしまうんです。優しいけど相手は混乱しそうなのだ。相手はなんで急に終わっちゃったのって思うのだ。まさにその通りです。 INFP の優しさが時として相手に誤解を与えてしまうこともあるんです。恋愛って難しいのだ。感情表現はどうなのだ？感情表現も大きく違います。 INFJ は控えめで配慮深い表現をします。
もしよろしければお時間のある時にといった相手にプレッシャーを与えない言葉選びをするんです。愛情も相手の好きなものを覚えてサプライズを用意したり、困った時に先回りしてサポートしたりと行動で示すことが多いんです。最後まで相手のことを考えてるのだ。 INFP はどうなのだ。一方 INFP は感情が高まると素直すぎるほど直球な表現をします。あなたと出会えて人生が変わりました、この恋を大切にしたいですといった心の底からの言葉を伝えるんです。でも同時に言葉にすると軽くなっちゃうって感覚もあって、深い気持ちを表現するのは難しいと感じることもあります。ストレートで情熱的なのだ。でも相手がびっくりしちゃうこともあるのだ。そうなんです。 INFP の純粋な愛情表現が時として相手を圧倒してしまうことがあります。でもその純粋さに心を動かされる人も多いんです。別れ方も気になるのだ。別れ方が最も対照的です。 INFJ は相手を傷つけないよう段階的に距離を置いたり、お互いのためにといった納得できる理由を用意したりします。たとえ自分が傷ついても相手の感情を最後までおもんばかるんです。別れる時も優しいのだ。でも INFP にとって深く愛した人との別れは世界の終わりなんです。 INFP の FI 内向的感情は一度深く感情を投入するとその関係性が自分のアイデンティティの一部になるほどに純粋で深いため、それが壊れることはまさに世界の崩壊のように感じられます。あまりにも辛すぎてその人への気持ちを強制的に切り離してしまう。まるで膨らんだ風船に針を刺すように自分を守るために関係を断ち切ってしまうんです。それは辛いのだ。でもなんで復縁を考えないのだ。 INFP は一度この人とは終わりと決めたらその関係を美しい思い出として心の奥にしまい込んでしまうんです。あの恋は完結した物語として新しいページを開こうとするんです。過去の辛い経験を反芻するデサイ内向的感覚も同じ傷つきを繰り返したくないという気持ちを強くするんです。素敵で美しいけど寂しいのだ。でもどっちも素敵な恋愛をしてるのだ。まさにその通りです。そして重要なのはどちらのスタイルも現代社会で大切なものです。 INFJ の思いやり深いアプローチは安心感と信頼関係を築くのに最適です。 INFP の純粋で深い愛情は心の底から理解し合える関係を作り出します。お互いの違いを理解し合うことでなんでこの人はこうするんだろうという疑問はなるほどそういう思考パターンなんだという理解に変わります。これが人間関係を円滑にする鍵になるんですね。自分のタイプを知ることでもっと自分らしい恋愛ができるのだ。いかがでしたか？特に INFP の方は妄想で100回デート、ラインを自分で会話を切り上げる、感情の海で溺れる、当てはまりましたか？僕は皆さんのこれまさに私です。相手がこのタイプだったから今度はこうアプローチしてみますっていうコメントすごく楽しみにしているのだ。ぜひコメント欄で教えてくださいね。特に妄想と現実のギャップで苦しんだ体験、感情の起伏で失敗した話、うまくいった恋愛のコツなども大歓迎です。 INFJ の方の思いやりすぎて疲れた話も聞きたいのだ。そして次回は INFJ と INFP が恋愛で失敗しやすいパターンと対策について詳しく解説します。この重要な続きを見逃さないように動画の更新を見逃さないようチャンネル登録も忘れずにお願いします。チャンネル登録をしておくと新しい動画が公開された時にあなたの YouTube のおすすめ欄やホーム画面に自動的に表示されやすくなって恋愛で本当に役立つ最新情報をタイミングよく確実にキャッチできるようになるんです。恋愛成功の秘訣も教えてもらえるのだ。次回も一緒に学ぶのだ。登録してくれると僕たちの新しい動画をすぐに見つけられるのだ。今回の動画で自分のことがよく分かったと思ったら高評価やコメントをお願いします。皆さんのあるあるコメントが私たちの励みになります。僕たちと一緒に恋愛も MBTI ももっと楽しく学んでいくのだ。それでは今日もお疲れ様でした。新しい恋愛で素敵な人と出会えるよう応援しています。またなのだ。みんなの恋愛話コメントで待ってるのだ。